おはようございます。ランチャンネルです。今回はですね、こちら手話の β58A こちらをご紹介していきたいと思います。今まではですね、よくこちら手話の SM58、通称もよく見る5%ですね。こちらをですね、いろいろな比較の基本のマイクとなるものとしてご紹介してきたりとか、実際に音を聞いていただいたりとか、そういったことをしてきているんですけれども、その SM58 5%の、兄弟みたいなもんですね。こちらのですね、特色だったりとかですね、実際に音だったりとか、どういった感じで使っていったらいいのかなとか、そういったところをですね、少しこちらの方で話をしていきたいなと思います。この動画の中では、ベータというふうに呼んでいこうかなと思うんですけども、このベータとこの5%こちらがですね、どのようにまず違うのかっていうのを解説していこうと思います。まずはですね、ちょっと見た目のところから少し見ていこうかなと思うんですけれども、まずですね、明らかに違うなっていうのがこのグリルのところのですね、この部分ですね、このちょっと青っぽいゴム製の輪っかがここについてるんですけども、もうこれを見ればですね、ベータっていうのがわかるかなと思います。通常の5%の方はこの銀色のこのなんていうかこう輪っかのところとこのグリルのメッシュのところも銀色で感じなんですけども、よくですね、例えばテレビ番組とかライブを見ていた時にですね、そのやっぱりマイクなんかをよく見ることがあるんですけれども、その時にですねやっぱりこの青い鉢巻きがあるとベータ使ってるなというふうに思うことが結構あります。最近で、見て思ったのは、ワイヤレスの方なんですけども、B'z の稲葉さんの方は、ベータの5%を使ってましたね。ちなみにこの5%は、1966年に発売されて、でこのベータに関しては1989年に発売されてます。5% 発売されて23年後に登場した感じですね。そういえばちょっと思い出してみると、2000年前後ぐらいですかね、の時に、まだそんなにですねそのベータっていうのが多分あんまり現場で使われてなかったんじゃないかなと思うんですけども、ベータ 5% 見るとですねこれすごいいいねみたいな感じで現場の皆さんでですね話してたっていう記憶があります。なので、発売が1989年ではあったんですけれども、なんとなくこう、現場で本当に目につくようになったのが2000年前後くらいじゃないかなというふうな、感覚的ですけども、感じます。大きさに関してはですねもう見た目ではもうほぼ一緒と言っていいと思うんですけども、一応ですねこのスペックシート上はですね、この 5% の方が2ミリほど長くて直径がですね2ミリほど小さいというふうになってます。ただもう見た目ではですね全然わかんないぐらいですね。でこれ重さ持った感じの重さなんですけども、明らかにですねやっぱりベータの方が軽いっていうのはわかるんですけども、5% が 330g、そしてベータの方が 278g というふうになってます。あと外観でいうとですねこの部分グリルメッシュに関しては5% よりも丈夫になっているそうです。素材としては高化スチール製メッシュグリルという感じに書かれてあるんですけども、この5% よりもですねへこみにくかったりとか衝撃に強かったりするそうですね。このゴムのところだったりとか、ここはちょっと硬くなったというところがあるので、例えばちょっと落としたりしても、普通の5% よりはですね若干衝撃に耐えれるのかなというふうに思います。それではですねちょっと中身の方も、簡単に説明していこうと思うんですけども、5% はですね、こちらダイナミック型、もちろん、こちらのベータの方もダイナミック型なんですけども、指向性に関してはこちらカーディオイド、単一指向性となってまして、でベータの方はスーパーカーディオイド超単一指向性となってます。
5% の単一指向性カーディオイドっていうのはこうやってマイクを向けた時に前面の方向からこんな感じで音を拾うイメージですね。この前の方からこの辺りまでこうずっと音を拾う領域があるんですけれども、ベータの方はこういう感じで、さらにちょっとここの部分、この前の方、グリルのこの先の方ですね、もちょっと指向性があるということになってます。だからこうやってここの辺拾ってこういう感じですかね。例えば5%の方はこのようにマイクを持って例えばこの辺の音とかもちょっと拾っちゃう感じになってるんですけども、ベータの方はこの辺りをこの辺りを拾ってくれるのでこの後ろの方の音をですねなるべく拾わないようになってます。指向性があるマイクに関してはですね、こうやって近づいて喋れば喋るほど低気が強調される、近接効果という、ものがあるんですけれども、こちら 5% も、ベータの方もですね、低気がある程度の距離になると、ぐっと下げられる、ロールオフされるというふうになるんですけども、ベータの方はですね、この周波数特性の図を見ていただいて分かる通りですね、距離によってそのロールオフのなんていうかこう減衰率が変わってくるようになってます。でこちらに関してはですね実はそのベータの説明書っていうのがあるんですけども、その中にも実は書かれていまして、その中にはですね例えばそのボーカルだったらもうマイクの近く15センチ以内にマイクを近づけた場合にですね低音域が強調された力強い音質であと他の音源を最大限に分離する、そういった音質になっていると。口から15センチから60センチほど離してですね、ちょうど鼻の上の高さこの辺りですかねに配置すると、自然な音質で、抑えた低音という、音質になるそうです。またですね、口から、先ほどと同じような感じで、20センチから60センチほど離して、横に少しずらす。そうすると、自然な音質で、低音も抑えられ、あとですね、S のノイズ、サシスセソとかですね、そういう視察音と呼ばれる音っていうのが、抑えられるそうですね。あとはですね、その90センチから 1.8 メートルほど離すと、か細い音、当然なんですけども、あとは遠くに聞こえる音、で環境雑音が聞こえるレベル、というふうになってます。なので90センチとか1.8 メートルとか離しちゃうとその全体を拾っちゃうんであまりその明瞭には音拾えないですよというふうになってますね。この説明書を見るとですねだいたい15センチほどで歌うのが一番ベストではないかなという感じですね。そして周波数特性なんですけども 5% に関しては 50Hz から15kHz となってまして、こちらベータに関しては 50Hz から 16kHz となってます。単純にそのデータを見る限りではベータの方がですね高音が出るのかなというふうな印象を受けます。こちらも実際ですね音を聞きながらですね聞き比べをしていこうと思います。それではですね今度は実際に音を聞いていただきながら5% とベータの音質の比較だったりとか、あと指向性ですねどの向きによってどれくらい音を拾っているのかそういったところを検証していこうと思います。この2本のマイクミキサーに入力してまして、ゲインだったりとか EQ は同じような設定にしています。まずはですね近距離のオンマイクでやっていこうと思います。はい、5% です。5% です。SM5% です。いかがでしょうか。テストです。ワンツーワンツー。はは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 。ベータ 5% です。いかがでしょうか。ただいまオンマイクで喋ってます。ワンツーワンツー。ははははははは。ベータです。いかがでしょうか。次にこの30センチの距離でやっていこうと思います。はい、これぐらいですね。
です。ワンツーワンツー。ゴッパーです。ゴッパーです。SM ゴッパーです。いかがでしょうか。30センチの距離で喋ってます。いかがでしょうか。ただいま30センチの距離で喋ってます。いかがでしょうか。ベータゴッパーです。いかがでしょうか。です。ワンツーはは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 。次は、この60センチぐらいの距離で喋っていこうと思います。これくらいですね。結構遠いですよね。ゴッパーです。ゴッパーです。SM ゴッパーです。今、約60センチの距離で喋ってます。いかがでしょうか。テステス、ワン、ツー、は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 。テステス、ワン、ツー、ベータゴッパーです。ベータゴッパーです。いかがでしょうか。今、約60センチの距離で喋ってます。いかがでしょうか。ワン、ツー、は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 。どうだったでしょう。ベータの方がやっぱりですね、ちょっと距離があっても感度がちょっと高い分ですね、少し音が拾ってるような感じになっているのではないかなと思います。それでは今度はですね、この指向性のテストをやっていこうと思います。正面からと、あとそれから30度、60度、真裏から喋ってみる、そんな感じでちょっと試していこうと思います。一応角度はこのちっちゃい分度器で測っていきます。でマイクと口の距離は、だいたい10センチほどですね、これぐらいの距離で喋っていきます。それではまず、ゴッパーです。正面から喋ってます。SM ゴッパーです。いかがでしょうか。ゴッパーです。はい、ベータゴッパーです。正面から喋ってます。ゴッパーです。です。ワンツーワンツー。です。ワンツーワンツー。では次、30度の角度ですね。ゴッパーです。ゴッパーです。いかがでしょうか。今30度の角度で喋っています。ゴッパーです。いかがでしょうか。ワンツーワンツー。30度の角度で喋ってます。30度の角度で喋ってます。いかがでしょうか。です。ワンツーワンツー。チェックワンツー。次は60度の角度です。です。ワンツーワンツー。はい。今、約60度の角度で喋ってます。いかがでしょうか。音は拾えてるでしょうか。ゴッパーです。ゴッパーです。ワンツーワンツー。60度の角度で喋ってます。いかがでしょうか。です。ワンツーワンツー。60度の角度です。では次はですね、なかなかすることないと思いますけども、この真裏から喋ってみたいと思います。ゴッパーです。ゴッパーです。いかがでしょうか。ですです。ワンツーワンツー。ゴッパーの真裏から喋ってます。いかがでしょうか。ワンツーワンツー。ベータゴッパー。真裏から喋ってます。ベータゴッパーです。いかがでしょうか。です。ワンツーワンツー。はい、という感じで、いかがだったでしょうか。結構ですね、その音の指向性の違いっていうのは、はっきり出てきたんじゃないかなと思います。正面の音はですね、やっぱり同じような、感じで拾ってはいたんですけれども、30度、特にもう60度ぐらいになるとですね、もうこちらもほとんど、なんかこう横から喋ってるぐらいと一緒のような感じで、ゴッパーの方はですね、結構まだ60度からでもですね、結構拾っていたような気がします。でこのマイクの真裏から喋った場合ですね、なかなかそんなこともないと思うんですけども、聞いた感じで言うと、両方ともですね、確かに音はなんか拾ってる感じはあるんですけども、ベータの方がなんかこうなんかちゃんと音の指向性を持って音を拾っているような、そういう感じというか、ゴッパーはなんか全体的になんか反射音みたいなのを拾ってる感じかなという気もするんですけれども、ベータの方がですね、どちらかというと、指向性の図でもあったようにですね、こちら側からの音も、拾うような、設計になってるんだなという、そういった感じをしっかり感じ取ることができました。指向性のその図でもあった通りですね、やっぱり裏側でもですね、結構音を拾うんだなという、そんな、感じがします。あとですね、ちょっと裏から喋ってみて、初めて気づいたんですけども、分かるでしょうか。このグリルのですね、このメッシュのなんか隙間というか空いたところ、
これはゴッパーもベータも一緒なんですけども、この裏側から見てこのメッシュのこの隙間があまりないことによってですね、音が入りにくくなるような設計になっているのかなと、定かではないんですけども、これがですねその音質にもちょっと影響しているのかなという、そんな気がします。はい、ということでゴッパーとあとベータですね、音質の聞き比べだったりとか、あと指向性をですね、ちょっと試したりとかやってみたんですけども、近接効果に関してはですね、ゴッパーに関してはもちろん近いとローが強調されて、ただちょっと離れてもやっぱり若干ローが少し残ったような、そんな感じの特性になっているような気がします。ベータに関しては、近い距離オンマイクだと、やっぱり低音が強調されてはいるんですけども、距離が離れるとですね、かなり低音の部分が、すっきりして、どちらかというとその高音のすっきりした音みたいな、そういった感じの音質になっている気がします。指向性に関しては、この指向性のグラフにあった通り、先ほども言ったように、やっぱりベータの方が正面からの音に対して感度がいい、そういった作りになってますので、なかなか横からだったりとかちょっと角度がずれるとですね、音が拾いにくくなる、そういった特性があります。ということはですね、プロの方だとやっぱりずっと口元に動いても持ってきていただけるので、その音のバランス的にはそんなに変わらずにちゃんと音は拾えてるんですけども、マイクをですね使うことに慣れてない方だったりするとですね、ずっとですねこうやってキープすることがなかなかできないと思うので、どうしてもですねマイクがなんかこんな感じになったりとかこんな感じになったりとかですね、ちょっとマイクがずれただけでその音の芯が外れてるそんな感じになりますので、例えばいろんな方が歌うような例えばカラオケ大会とか口元からマイクが外れてもですね音をちょっと拾ってくれるようなゴッパーの方がどちらかというといいのかなという気がします。プロの歌手だったりとかマイクを使い慣れている方に関してはですねベータでもいいとは思うんですけれども、そのあたりですねマイクをどのマイク持っていこうかとかどのマイクにしようかなっていう時に選ぶ時にですね、マイク使い慣れている方かどうかっていうのもちょっと判断して持っていかれるといいかなと思います。あとですね、ちょっと指向性の話のついでにですね、それぞれのそのマイクを使った時の転がし、モニタースピーカーの置く位置も実は変わってくるようになってまして、これも説明書にもそれぞれ書いてあるんですけども、こんな感じでこの0度のところがその口元の方向だと考えていただいて、こう向きにですね、音を出しますという時に、ベータの場合は、それぞれそこから120度の角度のところに置いてくださいと。ゴッパーの場合はこんな感じで、正面に置くのが音の回り込み、音のかぶりが少ないですよというふうに書いてますので、例えばそのモニタースピーカーを設置するときにベータを使うのに、いつも通りですね、例えばその正面だったりとか、足元のどちらかというと角度があまりないようなところに置いてしまうと、ハウリングしやすい原因になってくるのではないかなと思いますので、ベータを使うときはちょっと角度をつけた感じの置き位置で置くのがベストかなと思います。でマイクの用途に関してですね、先ほど言ったようにマイクを使い慣れている方に対してはいいと思いますし、あとはですね例えばやっぱり女性ボーカルの方だったりとかには、どちらかというとゴッパーよりもベータの方がなんか高音の伸びとかそういったところが強調されるのでいいのではないかなと思います。水野稲葉さんっていうとちょっとなんか声が高いイメージがあると思うんですけども、低音の方もですねしっかり魅力があって出るんですけども、やっぱりその時はマイクをかなり近づけたところで歌ってて、高い声を出す時に関してはちょっとそのマイクを離して歌ったりとか、歌う方本人もちょっとマイクの使い方っていうのをですね研究していただければですね、より良いですね音で送ることができて PA さんもですねミックスはしやすくなるのではないかなと思います。あとはですね、やっぱりバンド系だったりするとですね、その指向性が強いので、他の楽器の音が回り込まないとか拾わないというメリットがあるので、
コーラスのマイクだったりとかで使う分にはですね、ゴッパよりもベータの方がいいのかなという気がします。あとはそのラジオ収録とか、ポッドキャストとか、配信系の方ですねに対して、マイクの近くでずっと喋れるような環境であればですね、これもまた、やっぱり指向性の強いベータの方が、他のその雑音を拾いにくいという、メリットがあるので、そういった時でも使えるのではないかなと思います。個人的にその勝手なイメージですけども、オールマイティーなゴッパーとここぞという時のベータみたいな感じで使い分けてもいいのかなという気がします。ということで今回は手話のベータ 58A こちらをご紹介してみました。ダイナミックマイクなんですけども、高音の伸びが綺麗なマイクというイメージなので、ゴッパー持ってる方もですね、よければですねこのベータの方も、一度試してみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画は以上となります。また別の動画ではですね、ベータ57の方もご紹介してますので、そちらの動画もご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。